少し想像してみてください。あなたが一人で旅に出た時のこと、知らない街で知らない景色を見て、知らない人と話して、なぜかその旅の後、なんか流れが良くなった。そう感じたことはありませんか？偶然いい出会いがあったり、思いがけないチャンスが来たり、重かったものがなくなって軽くなったり、人生が少しだけ広がった感覚。もしこれに心当たりがあるなら、それは偶然ではありません。実は一人旅ができる人には、運が良くなる構造があります。今回はなぜ一人旅行できる人は運が良くなっていくのか。人気シリーズ一人旅行できる人を運という視点から分解します。第1章は運がいいとは何か。第2章は運がいい人と一人旅できる人の共通点。第3章は一人旅行でさらに運を上げる方法の3章構成で解説します。動画の最後にあなたはきっとこう思うはずです。自分は運がいい人間なんだと。第1章、運がいいとは何か。運がいい人と運が悪い人、何が違うと思いますか？同じ世界に生きていても、見えている世界が違うんです。運がいいとは、チャンスに気づける確率が高い状態のこと。チャンスに気づける確率が高いと、チャンスをつかみ、いい結果が出やすい。それが運がいいという現象です。実はチャンスは常にそこら中に存在します。でもほとんどの人は気づいてないだけなんです。脳はラスというフィルターを通して世界を見ています。自分に関係あると判断した情報だけを拾うようにできています。例えば赤い車を欲しいなと思ったら街を歩いていても赤い車をよく見るようになったり、旅行したいなと思ったら SNS で旅行系の投稿が目に留まりやすくなります。だから仮に自分にはチャンスなんて来ない、運が悪いと思っている人の脳はチャンスを情報として認識しないようにします。一方で自分は運がいいと思っている人は同じ世界の中からチャンスの可能性を拾うようになります。世界は同じでもその世界を見るフィルターが違うんです。この同じ出来事でも見方によって180度変わる例を出します。旅先で電車を乗り間違えた場合、運が悪いと思っている人は最悪だ、時間無駄にした、なんで自分はいつもこうなんだろうというネガティブのイメージとして認識します。運がいいと思っている人は、まあせっかくだし違う街も見てみるか。このミスは話題にできるな。そこで偶然いいカフェを見つけたり、偶然面白い人に出会ったり、偶然新しいアイデアが浮かんだりします。電車を乗り間違えたという出来事は同じです。しかし自分がその事実をどう意味付けするかで現実は変わるんです。脳は自分に関係あると判断したものだけを拾います。つまり自分は運がいいと無意識にでも思っている人はチャンスをチャンスとして認識する。これが気づく確率を上げることです。運がいい人は運がいいことに敏感でチャンスをつかみやすい。チャンスを多く見つけてつかむことで運がいい人になっていきます。これが運がいい正体です。では次に運がいい人と一人旅行できる人の共通点を見ていきます。第2章、運がいい人と一人旅行できる人の共通点。1、ご機嫌でいる時間が長い。運がいい人って基本ご機嫌なんですよね。僕はこれまでたくさんの成功者に会ってきましたが、みんな機嫌が良くて不機嫌な人、不幸そうな人っていない印象です。そして一人旅行できる人もそうなんです。一人旅行は自分へのご褒美。自分の好きなことを自由にしていい。どこに行ってもいいし、何を食べてもいい。機嫌がいい時間を長く作りやすいんです。人と行く旅行は最初から最後までうまくいけばいいですが、価値観の違い、店選び、予算感、疲労感の違いなどで、せっかくの旅なのに不機嫌になる可能性もありますよね。一人旅行だとこれが起きにくいんです。2、行動範囲を広げてチャンスの数を増やしている。運がいい人は止まっていない人でもあります。一人旅行は移動の連続。移動は様々なチャンスとの接点を増やします。家と職場の往復だけだと、見える景色もチャンスの数も出会いも固定されていきます。でも旅では行動範囲が広がるので、繁盛している店、新しいサービス、観光客が絶えない観光地、大人気のグルメ、価格のバグ、見えなかったチャンスを見る機会が増えます。同じ場所でただ待つよりも、運は自ら取りに行った方が多く拾えるんです。ここでも一人旅がポイントで、人と行く旅行だと、このチャンスを観察する際に、同行者との世間話や気遣いで遮断される可能性があります。一人でじっくり街を観察して、体験して構造を理解することで、自分ならどうするかまでを考えることができます。3、少数派ポジションにいる。一人旅行できる人は少数派です。多数派が集まる場所ではチャンスは分散します。競争率も上がるからです。少数派がいる場所ではチャンスは濃くなります。運がいい人も成功する人も自然と少数派の自分というポジションを取ります。世の中に運がいい人、成功者が多数派にはいませんよね。大きな結果を出すということは少数派の感性を持つことは絶対条件なんです。一人旅行できる人は大勢と同じではなく少数派の自分でいいんだと思える人なんです。4、不安に強く単独で挑戦できる。運がいい人は挑戦回数が多い人。
挑戦回数が多いから成功確率も回数も上がっていきます。世の中の多くの成功者がそうですよね。たくさん挑戦して失敗して成功にたどり着く。なぜ挑戦できるのか。不安に飲まれないからです。一人旅行って小さな不安の連続でもあります。海外なら英語話せないけど突破できるかな？電車の乗り換えうまくできるかな？時間通りに飛行機にうまく乗れるかな？孤独に耐えられるかな？この上げたらキリがない不安を超えて旅に出れる人なんです。つまり旅に出ることで挑戦の筋トレをしています。挑戦することで不安よりもまず挑戦という思考になって回数が増えれば成功確率も上がっていきます。成功に必須の不安よりまず行動が自然と身につくのが一人旅行なんです。5、環境に応じて柔軟に適応できる。運がいい人は環境に合わせて変化できる人。環境に適応できないと自分にとって居心地がいい同じ場所に泊まってしまうからです。一人旅行できる人は環境に適応する力が高いです。その土地ならではの食習慣。電車が時間通り来なくても文化が違ってもなんでこうなんだよではなく、ここはこうなんだなと素直に受け入れる適応力を持っています。運を掴んだ人、チャンスを掴んだ人はうまく環境に適応できた人です。インターネットが出始めの時に成功できたのはインターネットを活用できた人たち。SNS が出始めた時、批判をせずに自ら発信をし続けた人たちが勝ちました。現代も AI にうまく適応している人たちが驚くべきスピードで成果を上げています。環境のせい、自分はこうだではなく、環境に応じて自分の立ち回り方を変えられる人は強いです。一人旅行できる人はこれを旅中に自然とやっています。ここのポイントは一人であること。誰かと行く旅行だと同行者が英語が話せたら任せっきりになったり、プランを立てるのが上手い人なら行く場所を任せたり、適応を人に委ねてしまうんですよね。一人だと全ての責任は自分にあります。だから自分の適応力を自分で伸ばすことができるんです。第3章、一人旅行でさらに運を上げる方法。この第3章では、一人旅行する上でさらにチャンスをつかみやすい方法を3つ提案できればと思います。1、現地の神社や寺院に足を運ぶ。運がいい人や成功者は定期的に神社に行っています。神社には澄んだ気や静寂、目には見えない力があります。脳にとっても神社や寺院という日常と乖離した空間に行くことでリセットのきっかけになります。午前中の空気が澄んでいる時に神社を訪れてスマホも開かずにその静けさを堪能しましょう。僕のおすすめは国内だと三重県にある伊勢神宮か渋谷にある明治神宮か山梨県の富士吉田市にある北口本宮富士浅間神社が好きです。海外だとバリ島のウブドにあるティルタウンプルが良かったです。2、繁盛してる店とガラガラの店のどちらも体験する。これ重要です。多くの人は人気店だけ行きますが、あえてどちらも体験して、その差が何かを観察します。繁盛店ではなぜ流行っているのか、何が理由で人気なのかを観察する。逆にガラガラの店では何が足りないのか、何が人気店と違ってずれているのかを観察する。運がいい人は因果を探す癖があります。すべての結果には原因があるという概念です。なので観察力が高い。一人旅は慣れた日常から切り離された観察モードに入りやすいので、繁盛と衰退の両方を見ることで成功の構造を理解できます。この成功の構造がわかる人は成功確率を上げられます。特にビジネスチャンスをつかむ上で必須の能力を旅行のついでに磨けるんです。3、普段自分がしない選択をあえてする。普段おとなしい人は、あえて川下りやパラグライダーなどのアクティビティをやってみる。普段は夜出かけない人は、旅先では夜に出かけてみる。普段絶対に食べないものを旅先ではあえて注文してみる。この自分の選択肢に変化を作ることで、選択肢の拡張と自分が知らなかった自分に出会えたりします。これは脳の可塑性。同じ選択を続けると神経回路は固定化します。でも普段と違う選択をあえてすると脳は新しい回路を作り始めます。予測できない新規性はドーパミンを出し、そのドーパミンは探索行動を促します。探索が増えると偶然の接触が増えて運が良くなるんです。最後に僕の体験談もお話しします。僕はこれまでの人生で運がいい時期、運が悪い絶望の時期のどちらも経験しました。その時の自分の状況を分析してみたんです。運が悪い時は自分でも運が悪いと思ってたし、行動も挑戦もせずに同じ場所で停滞。一人で旅に出かけることもなく、不機嫌な時間が長かったんです。落ち込む時間、自分を責める時間に執着してたというか、癖になってて当時の日記を見返すと悲惨でした。で、運が良くなっていった時、今も運がいい状態の自覚があるんですが、場所を不定期に移動しているのと挑戦をしていること、一人行動が増えたこと、不機嫌な時間はほぼなしで、落ち込んだり自分を責めることも今はないです。
ネガティブな要素を遮断している感覚で、今はタイに移住したことで一人旅も増えました。島に出かけたり、知らない店に入ったり、都会に行ったり、ど田舎に行ったり、近隣の国に行ったり、自分の通常の状態が気分がいいんですよね。気分がいいといいことが起こりやすい。仮に何か嫌なことが起きても、そこまで気にしない。悪いことよりもいいことを大事に扱っていいことに集中するんです。この運が悪い時、運がいい時、どちらも僕という同じ人間です。しかし行動と思考を変えると結果は大きく変わっていったんです。一人旅行できる人と運がいい人、そして成功する人には密接な関係があると自分の体験からも実感しています。もちろん全員が全員ではないと思いますが、一人旅行はその確率を上げる行動。人生の中でどれだけ自分をご機嫌にできるか。ご機嫌な時間が長いほど幸せだし、楽しいし、運がいい人になって成功もしやすい。シンプルなんですけど、これが答えだと僕は思います。皆さんの一人旅行の体験や感想などあれば、ぜひコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも、今回のような旅と人生にまつわる動画や、世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸に、あなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたは、さらに自己理解を深められるすごい人です。一人旅行できるあなたは本当にすごいんです。最後までありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。